今回はこのサーフェスラップトップを修理します。タッチパッドの右側が誤動作するということです。早速キーボード部分を外していきます。ナイフを使ってみましたが、刃が欠けそうなぐらい硬いです。熱で柔らかくなりそうですが、今回はアルコールを使います。ヘラ状の工具の隙間からアルコールを染み込ませます。これで楽に隙間を広げることができます。この作業を繰り返して外していきます。それでも全体を外すのに30分以上かかりました。開けるとこんな感じ。中央でフレキケーブルでつながっています。コネクターカバーを外します。コネクターを外します。キーボード側のコネクターを外していきます。黒いシールを外します。カバーを外すために2つのビスを外します。カバーの下にさらにコネクターカバーがあります。このカバーが曲がりやすいので要注意です。周囲を浮かしていきます。外れました。3つのコネクターからケーブルを外します。ファブリックの部分をステンレスのベースから外していきます。隙間に工具を差し込んで広げていきます。長いので省略します。ようやくタッチパッドの裏が見えました。6本のビスで固定されています。外れました。付け替え用のタッチパッドです。チタン色です。左下の型番ですが、基本は同じですね。アルミステーから外します。それではパームトップに取り付けていきます。6本のビスで固定します。動作を確認するためにキーボードと仮に合体させます。本体にケーブルをつなぎます。本体を起動してペイントアプリを起動します。タッチパッド全体を使って線が引けるか確認します。大丈夫です。念のためキーボードの動作も見ておきます。大丈夫です。ファブリック側にプラスチックの突起がありますが、ハンダゴテで溶かして金属プレートの上に引き伸ばして固定します。コネクターカバーを取り付けます。その上にもう一つのカバーを取り付けて2つのビスで固定します。本体側に固定用の両面テープを貼りました。最後にもう一度タッチパッド全体を使って線が引けるか確認します。キーボードも確認して修理完了です。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もぜひご覧ください。